こんにちは。ゼロから行政書士第11回です。前回は内閣と議院内閣制を学びました。今日は統治機構の3つ目、裁判所を取り上げます。裁判所は司法権を担う機関です。国会や内閣から独立して公正に争いを解決する役割を持ちます。違憲審査制や裁判官の独立が大きなポイントになります。まず、司法権とは何かを確認します。司法権とは、具体的な争いを法に基づいて裁く権限です。憲法第76条は、すべて司法権は裁判所に属すると定めています。また、特別裁判所を設けることは禁止されています。特別裁判所とは、通常の裁判所の系列から外れた裁判所のことです。誰もが同じ裁判所の系列で裁判を受けられるようにするためです。行政機関が最終的な裁判を行うこともできません。司法権はどんな争いにも及ぶわけではありません。対象となるのは法律上の訴訟と呼ばれるものです。これは具体的な権利義務をめぐる争いであることが必要です。そして法を適用することで最終的に解決できるものに限られます。この2つを満たすものを法律上の訴訟と言います。単なる意見の対立や抽象的な問題は裁判の対象になりません。司法権にはいくつかの限界もあります。一つ目は高度に政治的な行為です。統治行為として裁判所は判断を控えることがあります。二つ目は団体の内部だけで解決すべき問題です。部分社会の法理と呼ばれます。三つ目は国会や議員の内部の運営です。その自立を尊重します。これらは司法がどこまで関わるべきかという大切な論点です。裁判所の重要な役割が地限審査制です。憲法第81条は法律や命令などが憲法に適合するかを審査する権限を定めています。日本では具体的な事件を裁く中でその法律が合憲かを判断します。この方式を付随的事件審査制と呼びます。事件と関係なく法律だけを審査することは原則できません。進んでいきましょう。来讲一样。判級裁判所も行うことができます。最終的に判断する最高裁判所は憲法の番人と呼ばれます。裁判所の種類も見ておきましょう。裁判所は最高裁判所と下級裁判所に分かれます。下級裁判所には高等、地方、家庭、簡易の各裁判所があります。最高裁判所は東京にただ一つ置かれています。日本では原則として三審制が取られています。3回まで裁判を受けられるようにして慎重な判断を確保しています。公正な裁判のために裁判官の独立が保障されています。裁判官は自らの良心に従い、独立して所見を行います。そして憲法と法律にのみ拘束されるとされています。つまり、上司や政治家の指示で判断を変えてはいけません。たとえ世間の批判があっても、法に従って判断します。これを裁判官の独立といい、公正な裁判の土台になります。独立を支えるのが裁判官の身分保障です。裁判官は簡単には辞めさせられません。罷免されるのは心身の故障や法の断代などに限られます。国民審査によって最高裁の裁判官が辞めさせられる場合もあります。また、在任中に報酬を減らされることもありません。安心して職務に当たれるようにして独立を守っているのです。ここで今日のクイズです。法律が憲法に適合するかを最終的に判断する裁判所はどれでしょうか？ A は家庭裁判所、B は高等裁判所、C は最高裁判所です。少し考えてみてください。正解は C の最高裁判所です。最高裁は
憲法の番人と呼ばれる最終的な判断者です。立憲審査制と合わせて覚えておきましょう。今日のまとめです。司法権は法律上の訴訟を対象とし、すべて裁判所に属します。裁判所は立憲審査制を持ち、最高裁は憲法の番人と呼ばれます。そして、公正な裁判のために、裁判官の独立と身分保障があります。これで、統治機構の国会、内閣裁判所が一通り揃いました。次回からはいよいよ行政法に入ります。第12回は、法律による行政の原理を学びます。行政法の土台となるとても大切な考え方です。この動画が役に立ったら、高評価とチャンネル登録で応援してください。それでは次回またお会いしましょう。